こんにちは、副業先生です。副業の代名詞とも言われるネットワークビジネス、一般的に MLM、マルチレベルマーケティングとも呼ばれるネットワークビジネスの会社について分かりやすく解説していきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。取り上げてほしい会社があればコメント欄へお願いします。それでは今回のテーマは、ネットワークビジネスではおなじみのプランであるバイナリーについて解説していきます。ネットワークビジネスでは企業ごとに異なる報酬プランが導入されています。それぞれの企業は基本的な報酬プランをベースに独自のボーナスプランを構築してビジネス会員に還元しています。このため同じ報酬プランでも企業によって報酬の種類や活動経費が異なることが多いのです。ネットワークビジネスに挑戦する際、登録を検討している会社の報酬プランを理解することは非常に重要です。事前に報酬プランを把握せずに始めると、自分や周囲の人に予期せぬ不利益をもたらす可能性があります。今回は報酬プランの中でも特にバイナリーについてより深く解説します。バイナリー報酬プランとは、ネットワークビジネスの中で特定の企業が採用している報酬プランの一つです。このプランは2つのチームに分かれて活動する仕組みが特徴です。バイナリー報酬プランの特徴としては、あなたが構築するチームが2つのサイドに分かれることが挙げられます。それぞれのチームで成果を上げることで、あなたが得られる報酬が増えるという仕組みです。また、バイナリー報酬プランでは、チーム全体の業績に応じてボーナスが与えられることがあります。バイナリー報酬プランを取り入れている会社で活動する場合、どちらのチームもバランスよく育成することが成功の鍵となります。片方のチームだけが強くなると、報酬の伸びが鈍くなることがあります。もしあなたがバイナリー報酬プランを採用している会社に興味を持っているなら、まずそのプランの詳細を確認し、どのような活動が求められるかを理解しましょう。また、自分のチームを効率的に構築し、バランスよく成長させる戦略を練ることも重要です。これからネットワークビジネスに挑戦する際には、バイナリー報酬プランの仕組みや戦略について理解を深めておくことで、より効果的なビジネス展開ができるでしょう。ぜひ参考にしていただき、成功に向けて取り組んでください。バイナリーの歴史について。バイナリー報酬プランは、日本の企業であるナチュラリープラスが1999年に初めて導入したものです。それ以来、このプランは多くのネットワークビジネス企業によって採用され、広まってきました。アムウェイのブレイクアウェイや三木商事のステアステップと比べると、バイナリーは比較的新しい報酬プランと言えるでしょう。バイナリー報酬プランの導入は、ネットワークビジネス業界にとって画期的で大胆なアプローチでした。この新しい報酬プランのおかげで、ナチュラリープラス社は立ち上げと同時に大きな成功を収めたとされています。新しい報酬プランで今がチャンス、これまでにない収益を得られる、といった言葉を聞くと、興味を惹かれるのは当然です。また、実際に成功している人々を見ると、自分にも同様の成功ができるような気がしてくるでしょう。しかし、重要なのは表面的な情報だけでなく、報酬プランの実態やリスクをしっかりと見極めることです。情報をしっかりと調べ、自分自身でプランのメリットやデメリットを理解することが成功への第一歩です。ネットワークビジネスに挑戦する際には、報酬プランの詳細や実績を確認するだけでなく、企業の信頼性や倫理的な側面も調査しましょう。正確な情報を得ることで、より賢明な選択をすることができます。バイナリーを採用している会社の例。バイナリー報酬プランは、ナチュラリープラス社が1999年に導入して以来、ネットワークビジネス業界で多くの企業が採用しています。バイナリー報酬プランは、それまでのブレイクアウェイやステアステップよりも比較的シンプルで使いやすく、大きな報酬を得られる可能性があるため、業界内で人気があります。バイナリー報酬プランを採用している会社の例として、ナチュラリープラス、ニナファームジャポン、アライブン、KG1 ジャパン、スターライズジャパン、アウラインターナショナル、クオリア、スターモバイル、ライフウェーブ、これらの企業の他にも、多くのネットワークビジネス会社がバイナリー報酬プランを取り入れています。ここ数年で新たに立ち上げられた会社も増えており、その中には短期間で業績を上げている企業もあります。例えば、アウラインターナショナルは創立初年度にネットワークビジネスの売上ランキングで18位にランクインしており、報酬プランがその成功に寄与していると考えられます。バイナリー報酬プランを採用することで、企業はより多くの参加者を引きつけ、ネットワークビジネスの成長を促進することができると考えられています。
バイナリーの仕組み。バイナリー報酬プランを取り入れる会社が多い理由はその仕組みにあります。バイナリー報酬プランはネットワークビジネスの参加者にとって比較的シンプルで実行しやすいプランです。このプランの特徴は自分の下に左右1人ずつの2系列、つまり2本のラインで組織を構築することです。バイナリー報酬プランのもう一つの特徴は直接紹介や勧誘が2人のみで良い点です。このシステムは参加者1人が新しい登録者を平均して 2.8 人出すというデータを根拠に構築されました。このため従来のネットワークビジネスにおける厳しいシステムやノルマに比べてより参加者にとって取り組みやすいとされています。バイナリー報酬プランでは人脈が少ない人でも2人なら頑張れると感じるかもしれません。さらに1人が2人ずつ紹介し、その結果として組織が大きくなり参加者全員が豊かになれるという理念が含まれています。このようなシンプルかつ実行可能な仕組みが多くの企業がバイナリー報酬プランを取り入れる理由の一つと言えます。また3人目以降の新規メンバーを勧誘できた場合、自分の下に直接配置するのではなく会のメンバーのどこかに配置することになります。これをスピルオーバー、振り落としと呼びます。このシステムにより組織全体がバランスよく成長するように設計されています。これらの特徴によりバイナリー報酬プランは参加者にとって魅力的で取り組みやすい選択肢となり、多くの企業がこのプランを採用する理由となっています。バイナリー報酬プランは2つのライン、右と左を均等に伸ばしていくことが基本です。ダウンラインからの売上が全て報酬に還元されるわけではなく、左右のラインのうち少ない方のラインの売上に対して報酬が還元される仕組みです。このためラインをどちらか一方に偏って伸ばすのではなく、左右均等にバランスよく伸ばしていくことが重要です。例えば右のラインが大きく伸びた場合には次は左を強化し、逆に左に力を入れすぎた場合には右のラインにも注力するように調整していくのが理想的です。多くのバイナリー報酬プランを採用している企業では左右のラインが均等に売上を上げた場合、マッチングボーナスとして報酬が発生する仕組みを導入しています。このボーナスは左右のラインがバランスよく成長していることに対する報酬です。このようにバイナリー報酬プランでは左右のラインを均等に伸ばしていくことが成功の鍵となります。片方のみを伸ばすのではなく、バランスよく組織を拡大することでより多くの報酬を得ることができます。バイナリーのメリット。バイナリー報酬プランにはいくつかのメリットがあります。それらの中で特に注目すべき点を紹介します。1、2人紹介だけでいい。従来のブレイクアウェイやステアステップの報酬プランではタイトルの獲得や維持のために厳しいノルマが設けられていることが多く、絶えず新規の登録者を勧誘し続ける必要がありました。それに対してバイナリー報酬プランでは直接紹介するのは2人だけで良いという点が魅力的です。2人を紹介した後はダウンラインの教育や成長に腰を据えて取り組むことができます。これからネットワークビジネスを始めようと考えている人にとって2人の紹介だけで良いというハードルの低さは非常にありがたいシステムと言えます。2、スピルオーバーによるチーム戦。バイナリー報酬プランの最大の魅力の一つはスピルオーバー、振り落としというシステムです。3人目以降の登録者を紹介した場合、そのメンバーをダウンラインの誰かの下に配置します。このスピルオーバーシステムによってチーム戦の要素が加わり、上位のメンバーが伸び悩んでいる下位のメンバーを助けることができます。アップラインや仲間が支援してくれることでより強固な組織を築くことができます。このような助け合いの精神はチーム戦の一環として非常に魅力的です。また運が良ければ多くのスピルオーバーが自分のラインに配置されることもあり、これが成功への追い風となる可能性があります。バイナリー報酬プランのこうした特徴によりネットワークビジネスを始める際のハードルが低く、かつチーム全体で成功を追求することが可能となります。バイナリーのデメリット。バイナリー報酬プランにはいくつかのデメリットがあります。特に報酬プランの複雑さとその影響について取り上げます。1、報酬プランが分かりにくい。バイナリー報酬プランを導入している企業は複数のボーナスを設定していることが多いです。しかしこれらのボーナスの獲得条件が分かりにくいことが多く、理解するのが難しい場合があります。企業によって異なる条件や例外事項が多く、説明が複雑で分かりにくいため、参加者が正確に把握するのに時間や労力がかかることもあります。また条件が難しいためボーナスを獲得するのが容易ではないこともあります。このような複雑さは
勧誘時に報酬プランを分かりにくくするための戦略だという話も聞かれます。参加者が条件を完全に理解せずに参加すると、後で不意打ちを食らう可能性があるので、慎重な判断が必要です。2、ハイブリッド方式による混乱。一部の企業は、バイナリー報酬プランと他の報酬プラン、例えばユニレベルを組み合わせたハイブリッド方式を採用しています。このような方式は、異なるプランの良い部分を取り入れようとするものですが、結果的に条件がさらに複雑化し、理解が難しくなることがあります。ハイブリッド方式では、特定のタイトルを達成する必要があったり、条件が厳しいため、ボーナスの獲得が容易ではありません。そのため、参加者は目先の金額だけでなく、報酬プラン全体のシミュレーションを行い、リスクや努力を評価することが大切です。バイナリー報酬プランには魅力的な部分もありますが、デメリットとして報酬プランの複雑さが挙げられます。参加を検討する際には、慎重に報酬プランを理解し、条件をシミュレーションして判断することが重要です。情報収集や自己学習を怠らないよう心がけましょう。さらに、バイナリー報酬プランのデメリットの一つは、片側にのみ組織が伸びてしまい、報酬を得られない肩伸びが発生しやすい点です。バイナリーでは、左右2本のラインのうち少ない方のラインの売上に対して報酬が発生します。そのため、左右のラインをバランスよく均等に伸ばしていくことが理想的ですが、実際にはそのバランスを保つのは容易ではありません。人脈が豊富な人ならば2系列を同時に伸ばすことも可能かもしれませんが、一般の人にとっては一つのラインを拡大するだけでも難しいことがあります。同時に2本のラインを均等に伸ばすことは、さらに難しい課題となります。仮に一方のラインで5人、10人と組織が伸びた場合でも、もう片方のラインに新しい登録者を紹介できなければ、自分の報酬は0円となります。これは、ダウンラインから売上が発生しているにもかかわらず、バランスが取れていないために報酬が得られないという現象です。このような肩伸びが発生しやすい状況では、せっかく組織が拡大しても報酬につながらないため、取りっぱぐれが生じるリスクが高まります。この点を理解した上で、バイナリー報酬プランを選択する際には注意が必要です。両方のラインをバランスよく拡大するための戦略や計画を立てることが成功の鍵となります。バイナリーが多い理由。バイナリー報酬プランを採用する会社が多い理由を考察してみましょう。バイナリーは会員が構築する2本のラインのうち、少ない方のラインの売上に対して報酬を支払うシステムです。この仕組みによって会員がバランスよく組織を拡大することが求められます。バイナリーの特徴として、片側のラインに多くの売上が発生した場合、その売上が報酬に反映されない点があります。この差分の売上は、自分のアップラインや会社の利益として処理されることになります。例えば、片側のラインに10人、もう一方のラインに3人が組織として構築された場合、報酬は3人分の売上に対して支払われ、残りの10人分の売上はアップラインと会社の利益になります。この仕組みにより、会社にとっては会員の努力に対して一定の報酬を支払いつつ、多くの売上を利益として確保できるという利点があります。そのため、バイナリー報酬プランは会社側にとって利益を上げやすい仕組みとなっています。また、ネットワークビジネス業界では、新たな会社が次々と立ち上がる一方で、多くの会社が短期間で倒産したりビジネスから撤退したりします。その中で生き残り、成功を収めるためには、バイナリー報酬プランのような効率的なビジネスモデルが有利になるのかもしれません。さらに、バイナリー報酬プランは、上位ポジションのリーダーにとっても利益を得やすい仕組みです。既存の組織や人脈を持つリーダーが別の会社に移動したり、新しい会社を立ち上げたりする際にも、その組織を活用してビジネスをスタートさせることができます。こうした要因により、バイナリー報酬プランを採用する会社が多いと考えられます。ただし、参加者にとっては報酬プランの詳細を十分に理解し、リスクを把握した上で参入することが重要です。バイナリー報酬プランは、会社側にとって非常に効率的で仕掛けやすい仕組みと言えるかもしれません。その理由は、報酬の支払いが左右のラインのバランスに基づいて行われるため、会員が一方のラインだけに集中することを防ぎ、全体的に会社に利益をもたらす構造になっているからです。会社選びにおいては、立ち上げ時の勢いやトップリーダーの実績だけでなく、総合的な観点から報酬プランや会社の信頼性、持続可能性を慎重に評価することが重要です。スピルオーバーの利点と欠点。スピルオーバーは、
バイナリー報酬プランの特徴としてよく取り上げられる部分です。アップラインが紹介した登録者がダウンラインに振り分けられるため、新規会員にとっては助けになると考えられます。しかし、これは同時に最大の弱点でもあります。スピルオーバーに頼りすぎると、自分自身の努力や成長が阻害される可能性があります。スピルオーバーに依存してしまうと、自らが積極的に勧誘や教育を行う意欲が薄れ、組織全体の発展に悪影響を及ぼす恐れがあります。他力本願ではなく、自らの努力を大切に、ネットワークビジネスは、個々の努力、行動、成長によって組織が拡大していくビジネスモデルです。教育やトレーニングを通じて、自己成長や組織の発展を目指すことが重要です。スピルオーバーに頼りすぎると、自らの成長が滞り、組織の発展も鈍化するかもしれません。したがって、スピルオーバーを当てにしすぎることなく、自らが積極的に新規登録者を勧誘し、ダウンラインの育成や教育に取り組むことが大切です。このように、バイナリー報酬プランを有効に活用しつつ、自分の努力とリーダーシップを発揮して組織を成長させることが求められます。スピルオーバーの恩恵について、バイナリー報酬プランにおけるスピルオーバーの実態について考察し、どれだけの恩恵にあやかれるのかを見ていきましょう。スピルオーバーの現実。スピルオーバーは、バイナリー報酬プランの特徴として注目される部分ですが、その恩恵にあやかれるかどうかは実際には不確定な部分があります。多くの人は大きなスピルオーバーを経験せず、ほとんどの人が全く振り落としを受けられないままになることが多いとされています。振り分け方法。スピルオーバーの振り分け先は、アップラインが指定する場合や自動的に振り分けられるオートモードの場合があります。アップライン指定。アップラインがスピルオーバーの振り分け先を決定しますか？アップラインは自身に近い人や関係の深い人を優先することが一般的です。オートモード。組織の最も浅いポジションに自動的に振り分けられるため、順番でスピルオーバーが回ってくると考えられます。どちらの場合でも、スピルオーバーが頻繁に発生するわけではなく、期待に反してスピルオーバーの恩恵にあまりあやかれない可能性があります。複数ポジション登録のリスク。バイナリー報酬プランを採用している企業の中には、登録時に複数ポジションで登録することを勧めるスピーカーもいるようです。複数ポジションで登録することで、通常の2系列以上に系列数を増やして報酬を得ることができます。例えば、3ポジションで4系列、7ポジションで8系列の報酬を見込むことができるとされています。しかし、複数ポジションで登録することで得られる利益を活かせるのは、一部の特定の人々に限られます。多くの人にとっては複数ポジションを維持するリスクが高く、コストや手間がかかる可能性があります。バイナリー報酬プランでネットワークビジネスに取り組む場合、スピルオーバーや複数ポジションのメリットだけでなく、リスクや困難な点についても総合的に考慮することが重要です。成功するためには、自らが積極的に努力し、成長する姿勢を持つことが求められます。複数ポジション登録のリスク。バイナリー報酬プランにおいて複数ポジションでの登録にはリスクが伴います。そのため、ネットワークビジネスの初心者にとっては、まず一つのポジションから始めて実力を養っていく方が良いでしょう。初期費用の増加。加えたポジションごとに初期費用が必要となります。維持費用の増加。各ポジションを維持するために、製品購入の費用が増加します。活動時間の増加。ポジション数に応じて勧誘や教育などの活動時間が増加します。初心者にとっては2つの系列を維持、拡大していくこと自体が難しいため、複数ポジションでの登録は慎重に検討すべきです。経験豊富なプロであれば可能かもしれませんが、初心者には挑戦しすぎるリスクがあります。バイナリーでの成功の秘訣。安定した会社で実力をつける。組織内の人々をスピルオーバーでサポートできるようになることが重要です。実力あるリーダーの下で学ぶ。実力あるリーダーや先輩の下で成長することも成功につながります。スピルオーバーに頼りすぎない。スピルオーバーが期待できない可能性もあるため、自身の努力と成長に集中することが重要です。新しく立ち上がる会社の多くがバイナリー報酬プランを取り入れている一方で、長期的に存続する企業は限られています。そのため、安定している会社を選ぶことや、リーダーの下で成長することが成功への近道と言えるでしょう。
明。バイナリー報酬プランはネットワークビジネス業界で広く採用されているプランの一つです。このプランは1999年に日本の企業ナチュラリープラスが初めて採用し、その後多くの企業が取り入れるようになりました。バイナリー報酬プランは従来のブレイクアウェイやステアステップといった報酬プランに比べ、比較的新しいプランです。バイナリー報酬プランの最大の特徴は、組織を左右2つの系列ラインで構築していくことです。通常のネットワークビジネスでは多くのダウンラインを直接紹介する必要がありますが、バイナリーでは自分から直接紹介するのは左右1人ずつの2人だけで良いとされています。このため、ネットワークビジネスの初心者でも取り組みやすいとされています。バイナリーでは、2つのラインの内売上が少ない方のラインに対して報酬が還元されます。そのため、左右のラインをバランスよく均等に伸ばしていくことが重要です。また、多くの企業では左右のラインが均等に売り上げを上げた場合にマッチングボーナスが発生する仕組みを取り入れています。バイナリーのメリット：1、紹介人数が少ない。2、スピルオーバー。3、チーム戦。バイナリーのデメリット：1、報酬プランが複雑。2、肩伸びのリスク。3、スピルオーバーの不確実性。バイナリーでは複数のポジションで登録することが可能です。例えば、自分の下に2つのポジションを持つことで3ポジション、さらにその下に4つのポジションを持つことで7ポジション登録することができます。しかし、この方法にはリスクも伴います。初心者にとっては、まず1つのポジションから始めて実力を養っていく方が良いでしょう。バイナリーでの成功ポイントは、安定した会社を選ぶ、実力をつける、スピルオーバーに頼りすぎない。バイナリー報酬プランはネットワークビジネスで広く採用されており、初心者にも取り組みやすい点が魅力です。しかし、報酬プランの複雑さや肩伸びのリスク、スピルオーバーへの過度な依存など、注意が必要な点もあります。成功するためには、安定した企業を選び、自分自身の実力をつける努力が欠かせません。ネットワークビジネスでバイナリー報酬プランに挑戦する際には、これらのポイントを踏まえて判断することが重要です。動画を最後までご覧いただき、ありがとうございます。このチャンネルではネットワークビジネス企業解説を中心に毎週金曜日18時に動画をアップしていきます。取り上げてほしい企業やまとめてほしい内容がございましたらコメント欄までお願いします。それではまた。